ちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、早速ですが、11月の10日、水星が逆行を開始します。そして11月の12日に続いて木星が逆行を開始します。ということで、2つの天体が逆行する時期、大荒れ予報ということになりますので、12星座別の見直しポイントも最後にお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。早速ですが、もう本題に行きます。今回の水星の逆行の流れから、まず11月の10日に射手座でスタートして、19日に蠍座へ戻り、11月の30日に蠍座で逆行を終了します。しかも12日に先ほど言ったように蟹座で射手座の支配星である木星が逆行を開始します。ということでこの影響は大となるわけです。この期間は幸運と哲学と拡大の星である木星とマインドとコミュニケーションの星である水星が同時に逆行するダブル逆行期間に突入するということで絶対的な見直しが必須の時です。つまり知識をどう生かしているか、学んだことを現実に変える行動として起こせているかというテーマに宇宙から強烈な見直しが入るということになります。実は2026年が本当の風の時代の、始まりです。ね、トランスサタニアンがすべて火と、風のサインから戻らなくなるのは来年から、その前の最後の大切なやり直し期間と捉えていいと思います。この逆行中に彗星が次々と他の天体とアスペクトを取っていきます。これを全部出して分析してみました。その内容を今からお届けしますので、その期間、この期間をチャンスタイムに変えるためのヒントが隠されていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、それではまず水星の動きなんですけれども、逆行して射手座から蠍座へ戻って、またがって逆行します。この影響がどう出るかということなんですが、射手座っていうのは、知識の理想というものを表しています。それから、サソリ座っていうのは本質の実践を示していますから、その転換を求められているということになります。で、射手座っていうのはもともと先生術では学校では教えてくれない学びをする場所。つまり、自らの意思で学んだこととか、人生を自分の力で切り開くための知恵や哲学っていうところを担当しています。これは無理やり受け身的に学ばされた義務教育とは違って、それを超えて自分が学びたくて申し込んで、自らの意思で学び始めた知識っていうことも示しています。実はこのガイアハウスですね、11年前にオーストラリア・シドニーでオープンした時に、射手座の学校をオープンしますとしてスタートをしています。私は射手座生まれではないんですが、先生術用語で射手座っていうのは学校で教わる調和をするためのその大切さを教えるんじゃなくて、あなたの色で輝いていいよっていうカラーセラピーとか、あなたの星を行きましょうっていう先生術など、これも射手座の学校のキーワードなんです。ここに拡大運が流れているという今時期なんですが、ここでの一番大事なキーポイントが、あなたが自分で選んで申し込んで並び始めたことでしょということなんです。大人になってから学ぶわけですからね。私のライフワークのもう一つであるマニフェステーション術実現プロジェクトですね。願望実現のためのプロジェクトの方で教えているのは、何々しなければという口癖をなくすほど運気が上がり、夢に近づくということなんですね。なので、英語で I have to を I got to に変える習慣がついたときに、みんなの夢は動くよということで、そのトレーニングをその中でしてるんです。私も今日朝ごはん作らなきゃから、今日朝ごはんを作ろうとか、子供のお弁当を作らなきゃって言わないようにして、子供のお弁当を作ろう。これだけのシンプル。これをし始めた時に、マイホームを購入して、マイショップを手に入れる。ということになりましたから、夢を動き、出す時には、I have to を I got to に変えることが大事。まさに射手座っていうのは、無理やり生かされている小学校じゃなくて、あなたが学びたくて申し込んで学んだものを聞いて終わりとか資格を取って終わりじゃなくて、受講して満足をそのままさそり座の逆行に向けて本当に使えている
あなたの力になっているという現実的なチェックが入りますよということです。で、この期間、水星が絡むアスペクトが結構この逆行中に多いんですね。ちょっとだーっと言っていきます。先生術クラスの生徒さんたちも見ているので、ちょっと参考になるかと思うんですが、まず13日、いて座で水星と火星がコンジャンクションします。そして17日にこの水星とお羊座のセレスがトラインを取り、18日に水星と水亀座、冥王星がセクスタイルを取って、19日に水星はサソリ座へ戻ります。そして、この戻ったサソリ座の水星とお牛座の天王星がオポジションを取り、この水星と魚座の海王星は、トラインを取りますね。そして20日がサソリ座の新月で、太陽と水星がこのサソリ座の場所でコンジャンクションします。そして21日にこの同じサソリ座で水星とリリスがくっつきます。これだけの流れがこの逆行中に水星を絡んで起こるわけです。コミュニケーションとアウトプットの水星の領域で、こうなると意見がぶつかり合ったり、正義感の押し付けが起こったり、言葉の暴走の可能性がすごく高いですから、これ逆行中に一番気をつけてほしいところです。そして、このアスペクトのポジティブな面としては、学んだ人からそれを人に伝える人、アウトプットする人になることで、喜びやラッキー運が拡大しそうです。さらに、オールドメディアから与えられた情報をそのまま受け取るのではなくて、各自がより自分で調べて深掘りして、新しいマインドに切り替えて、固定概念を壊して、本当の真実の探求を始める。こういうパッションもすごく強くなる時ですから、このパッションを生かしてほしいと思います。そして、いて座からさそり座に19日、水星が移る頃には、注意点として直感と現実のズレが起こります。ですから、バランスも崩しやすいので、このあたりは要チェックです。さらに、さそり座で太陽と水星とリリスっていうのがこの逆行中にこうくっつくわけですね。それが天王星とオポジション、海王星のトラインということが起こりますので、これかなり大きい影響になります。社会において過去に隠されてきた真実がどんどん表面化して、あらゆる暴露がいっぱい起こっていく逆行中になる。そうすると心のちょっと乱れもある人も多いので気をつけましょう。それから個人のレベルでも暴露が起こりますので、これまで自分の中で隠して蓋をしてきた本当のエゴとか本音や欲望っていうのが外に出ていく、もう暴露されてしまうということも起こりますし、これは心の声、本音と自分で向き合うことができるチャンスというふうにも捉えることができると思います。ちなみに、水星が絡まないアスペクトでも、この逆行中に土星とリリスのトラインとか、サソリ座金星と蟹座のハイジや小惑星のトラインとか、それから魚座の海王星と伊手座のベスタのスクエアというものがあります。あとは、さっき言った太陽とリリスが絡んでくるアスペクトが多いわけですね。こういったところから、この期間は、学んだことを使わずに温めている人にとっては、ものすごく焦りや停滞感が出やすいという時期です。起こりうる出来事としては、SNS とか周囲の成功例を見て、あれ、一緒に学んだのに私だけ何も感じてないと感じて焦ったりとかね、ちょっと躊躇している間に、さっと動く人にせっかくの学びをアウトプットする機会をこう取られてしまったり、逃してしまったり、そういうことが起こる。まさに、使えてんのそれっていうお試し期間となります。いて座のエネルギー大事なので何回も言いますが、学んで終わりじゃなくて、動いてこそ成長だよということを覚えておいてほしいですね。例えば、スピリチュアルをやってる人って、とっても受け身な人が多いんですね。優しい人が多いからっていうのもあるんですけれども、でもリアルワールドでね、例えば会計士の資格を取ったら、その会計士の学校から自動的にその後仕事が割り振れられるわけでもありませんよね。資格を取ったら自分で投資して場所を借りてマーケティングをして最初にお金は使うけれども、そこから資格、学びが自分の中にリターンとしてお客さんとなって帰ってくるわけです。
なのに、スピリチュアリティ系の学びだと、ついそれを忘れて、資格取って終わりになってしまっている人が多いんですよ。向こうからやってくることはないので、せっかくの素晴らしい知識とかテクニックとか英知を得たのですから、ぜひ外に向けてアウトプットする意識をこの逆行中に育てていただきたいと思います。で、特にこの逆行中、私のやってるマニフェステーション術でいうところの、アイデンティティとかフィーリングとか伝えたいメッセージとかを合わせて、7方向から夢のゴール設定を再確認するといい時です。別の動画でこの7方向についても詳しく話しているので、よかったら見てやってみてください。目標設定です。そしてそのゴールのビジョンと、今のあなたのマインドと行動のズレっていうものを見つけて修正するのがこの時期おすすめです。夢が叶った未来の自分が持っているべきマインドや行動と、今あなたこうなりたいと言いながら、今あなたのやってることとかマインドとか動きを見てると、とてもじゃないけど、その未来のあなたがやりそうな行動じゃないよねということに気づいてほしいわけです。で、気づいたらそれを今すぐやる。行動先行、マインド先行、そして後で夢がついてくる。こういう意識です。マニフェステーション術でもよく言うんですけど、回転寿司みたいに座ってて回ってくるっていうことは絶対ないんです。自分でオーダーボタンを押して、オーダーしておいたものしか、ここに来ないのですね。なので、特にこの時期、学びを生かしてアウトプットするいて座エリアを担当する木星まで蟹座で逆行しますから、その意識を持ってください。そしてこの蟹座でいて座の担当の木星が逆行するという意味は、この学びを生かすにあたり、蟹座のように安心できる人たちとつながって、自分のありのままでいられる居場所っていうものを再度定義して、もう一度再確保して、ね、リターン、リトログレートだから、リっていうのがキーワード、もう一度という意味なんですけど、自ら積極的にもう一度つながりを強く、そういう人たちと、構築すべき時でもあるということです。だから水星と木星が同時に逆行するという意味ですね。水星が担当する思考の見直しと、木星、蟹座の木星が担当するあなたのつながる人たち、居場所、これ、自分が学んだことを一人で完璧を目指すんじゃなくて、誰とつながって誰のために使うのかとか、誰を応援することであなたにもリターンがあるのかとか、誰とつながりたいのか、もうそういう自分に対するね、質問を問いかけながら逆行期を過ごしていくと夢のゴールに近づくんじゃないかと思います。そして、私が教えているコーチング講座では、夢を設定したら、それがすごくでっかい夢でも遠くても、それに一歩でも近づくアラインドアクションって言うんですけど、このアラインドアクション、夢につながる小さな行動ですね。を毎日すれば、誰でも夢が叶うよという当たり前のことを毎日毎日皆さんにリマインドしています。つまり、1日1個そのアラインドアクションすれば、1年365日で365歩近づく。2個やれば倍で近づく。絶対にたどり着く。もうこれは簡単なことなんです。でもこの毎日の小さなアクションしてない人が多い。ということで、この木星水星逆行期にもう一度見直して、その見直したビジョンに近づく小さなアクションに必ずつながるアラインドアクション。これをちょっと12星座別に皆さんにお話、最後にして終わりたいと思います。そしてね、これ今から12星座別に、この毎日これをこの逆行中やればいいよということをたーっとお話ししますが、もっといろいろと先生術を勉強している方のために、私はノート、皆さんご存知だと思うんですけど、ノートで毎日記事を書いてます。そちらの方では、どうしてお羊座のアラインドアクションがこれなのかっていうのを、私がどこから読み取ったのか、この逆行中のアスペクトのっていう解説までついているものとか、この逆行期間中、いろんなアスペクトがありましたよね。その影響を受けそうな日の日別のアラインドアクションも出したりしておりますので、さらに勉強したい方はそちらもぜひご覧いただきたいと思います。では、お羊座から逆行中、自分のアイデアや直感を行動をする前に一旦ノートに書いてから行動する。このアクションを続けてください。
牡牛座、毎日家計簿をつけてください。その時に自分だけではなくて、自分のパートナーとか家族別にして、誰が何に対していくらお金を使ったかを書いてみてください。ここですごい気づきがあります。双子座は、情報やスキルをリスト化してください。いつもはリスト化しなくて頭の中で処理できる頭のいい双子座さんなんですが、必ず表にするということをこの期間やってみてください。蟹座さんは毎日自分の朝の感情をノートにつけるということをやってください。そして獅子座さんは毎日絵でもダンスでもいいんですが、何らかの形で自分自身を外に見せるアクションを1個行ってください。乙女座さんは家族と自分のルーティン、健康管理を毎日1個ずつしてください。天秤座は人間関係の中で今まで自分を助けてくれた人への感謝を1日1個ずつでいいので必ず表現してください。さそり座さんは自分の価値観のトップは何か毎朝必ず問いかけてください。いて座さんはこれまで学んできたことの中で、現実にやっていないことを1個ずつ書き出していってください。ヤギ座さんは仲間と共同できる長期目標に近づく行動を何か一つ毎日何かやってください。小さなのでいいんですよ。皆さん言ってる通りね。水亀座さんは新しい行動を毎日1個やってください。ちっちゃくていいんですよ。食べたことのない食べ物を食べるとか、行ったことのないスーパーマーケットで買い物をするとかやってください。魚座さんは学んできたことと直感を意識した行動を毎日一つずつやってみてください。それでは最後にこの宇宙からやってきたセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードですね、これから最後のメッセージを1枚。パラスです。ちなみに、このセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードをですね、もう私の元に降りてきてから、今数年経つんですが、今ものすごい人気になっておりまして、オーストラリアで私は年に2回ですね、このイベントを開催してるんですが、この間もちょうどそれがありまして、なんと50人列を作って、1日で、官邸に並んでくださいました。もうこれが良かったのは、もともとこうやって YouTube を見ていた方の何人かがセッションをオンラインで受けてくださって、セプタグラムも習ってくださって、今回手伝いに来てくださったので、たくさん50人がなんとかセッションすることができたんですが、午前中受けた人がめちゃめちゃあれ当たるよっていうことで、バーッと会場内噂になって、一日中列ができました。なので、このカードのメッセージって本当絶対なんです。なんで皆さんにこのパラスが出ました。これ今すごい私喜んでるんですが、実は日本で高市早苗さんが首相になりましたよね。で、その高市早苗さんの、バッシャーと読みも別動画で無料で見れるんで、ぜひ見ていただきたいんですが、今、昔ながらの西洋占星術だと、彼女は12星座別で魚座なんですよ。で、魚座ってこうだよって一般的に古くから言われているものであれば、今の彼女、絶対しっくりこないんです。無理やりこじつけることはできても、やっぱり魚座で言われている性質じゃないんです。彼女が出しているマニフェステーションは、まさに魚座は絶対言わないことです。で、彼女は私の鑑定によると、水亀座が近いというのと、私自身の知っている魚座だと、なるほどということで納得していただけます。その内容、ぜひ興味ある方は見ていただきたいんですけど、彼女の言った言葉が、I am who I am でしょ。だから、まさにこれ、カラスが言いそうなキーワードなんです。私は私であり続けることしかできないんでっていう。皆さんもこれを言うといいと思います。I am who I am。これが水星逆行中のキーワードです。ということで素敵な水星逆行期をお迎えください。